こんにちは、モーリーです。旅は自己投資ということで、今回はね、JAL トラベルレポーターとして、青森県にある星野リゾート、奥入瀬渓流ホテルの宿泊記をお届けしたいと思います。より多くの方々に青森にお越しいただくため、青森県、JAL、星野リゾートの3社がタイアップして青森の方言で目いっぱいという意味でのれそれ青森旅キャンペーンをやっておりまして、僕も合計3本の動画でそれぞれの魅力をお届けいたします。渓流スローライフをコンセプトに渓流沿いに立つ唯一のリゾートホテル、星野リゾート奥入瀬渓流ホテル。客室、温泉の素晴らしさはもちろん、四季ごとのアクティビティなど、その時期に一番美しい景色を案内していただけ、自然の美しさを感じられる滞在が可能な究極のリゾートホテル。結論から言うと、一生に一度は行くべきホテルでした。渓流スイート最高すぎました。それではその全貌をご覧ください。スペシャル動画になります。ぜひテレビなどの大画面でゆっくりご覧くださいませ。それではどうぞ。青森に到着したらすぐにですね、三沢八戸グルメ旅を楽しみました。いや、これはね、本当に到着した瞬間からもうなんかリピートしたいっていうぐらい素晴らしい旅になりましたよ。もう本当にグルメ満載で、もう絶対これは行ってほしい内容になっております。こちらもね、別動画でお届けいたしますので、ぜひご覧くださいませ。星野リゾート青森屋の宿泊記は別動画でお届けいたします。ここも本当に最高な宿泊になりました。青森に来たら絶対に行かないといけない、そんな場所でした。渾身の動画でお届けいたしますので、ぜひ大画面でゆっくりご覧ください。この後もね、少しだけ青森のグルメ旅を楽しみました。こちらも別動画で公開いたします。やってまいりました、奥入瀬渓流ホテル。またなんか自然な、なんかロッジみたいな感じでいい雰囲気ですね。それでは奥入瀬渓流ホテル入っていきます。かなり広いロビーですね。かなりお客さんも多そうです。はい、それでは351号室ですね。渓流スイートの部屋といきたいと思います。おー、玄関から素晴らしいですね。この色とりどりのスリッパもめちゃくちゃおしゃれですし、はい、ちゃんとこうお年寄りの方のことも考えられてね、こう持ち手があります。そしてこの壁に立てかけられたこの苔ですね。これ本物の苔ですよ。そして鏡もあります。はい、そして入り口にオープンなクローゼットがありますね。そしてこう温泉に行くためのバッグが用意されております。そしてセキュリティボックスと館内着ですね。館内着も用意されておりますね。はい、そして入っていきます。いや、スイートなんでもう取り応えがめちゃくちゃありそうです。うーわ、素晴らしいですね。もういきなりここにキッチンスペースまでありますね。そしてここに星野リゾートのね、冊子だったりとか、奥入瀬自然史博物館というね、本だったりとか、インフォメーションだったりとかね、あります。そしてこの奥に入っていくと、ここに、カウンターテーブルがね、あります。はい、ここでちょっとこう晩酌みたいなこともできますね。そしてその奥にはうわ、ワイングラスがこんなおしゃれに、並べられておりまして、その下ですね、シャンパンだったりとか、並べてあります。はい、今回はこのドリンクプレゼントしていただいております。ありがとうございます。そしてケトルですね。はい、ケトルも素晴らしいおしゃれなケトルが置いてあります。ハゴーギっていうメーカーなんですかね。初めて聞いた。そしてこの下開けるとグラスがたくさん入っておりますね。はい、そしてグリーンティー、お茶ですね。お茶と、はい、コーヒーですかね。コーヒーが入っております。はい、そしてその下ですね。これもおしゃれな食器類ですね。うわ、めっちゃおしゃれ。ちょっとこう苔をイメージしたようなデザインワークですね。これは持って帰りたい。そして冷蔵庫の中にお酒が入ってあります。これもいただきました。ありがとうございます。そしてこちら
カウンターの下にはグラス、これ見たことあります。このグラス、これも青森にちなんだグラスでございます。そしてこの小さい、これもおしゃれな、どうやって使おうかっていう感じですね。ちょっと奥に入っていくとこのキッチンスペースになってますね。はい、IH ついてます。そしてこの壁ですよ。壁、このね奥入瀬渓流のこうイメージというか、多分そこの木を使ってるんじゃないかなと思います。この木素晴らしいですね。こんなうまくデザインに使えるんですね。すごい、本物の木ですよ。模型ではありません。そしてこのテーブルですよ。このテーブルもその渓流をイメージした机になっておりまして、これもかなりお高そうな机になっております。もう触った感じからめっちゃいい。そしてこれ見てください。これめちゃくちゃ広いですね。そして奥にね露天風呂まで見えます。これは最高すぎる。そしてここソファー、もうここで寝れるやん。ここでもう5人ぐらい寝れるんじゃないのっていうぐらいめちゃくちゃ広いソファーがあって、このテーブルもね渓流をイメージしたテーブル、めっちゃ美しいです。もう見てるだけでため息が出ます。そしてここに苔玉、これも美しいですね。うわー、この苔玉、苔ってこんな美しくなるんや。もう芸術ですね。そしてその苔を見ながらこの奥ベッドルームもねここから見えてます。素晴らしい景観、こんなに素晴らしい。いやめったに泊まれませんよ。そしてこのソファーのねサイドにはコンセントもありますね。そして大型のテレビが立てかけられてますね。そして後から見ますけど、この外側もねあそこでも晩酌できる。雪を見ながら晩酌ができます。そしてベッドルーム見ていきましょう。ベッドルームも美しいですね。いやー、そのベッドルームね見逃してはいけないのはこの苔です。これですよ。これぞこのホテルのね特徴と言えるでしょう。苔がこんな芸術的に飾られるんですね。いいですね。これはもちろんちゃんと室内でも大丈夫な苔を設置しているとのことですね。ベッドも素晴らしい。何も言うことはありませんね。これはすごい。ベッドからのこの眺めももう住みたいわここに。素晴らしい。でここもねちゃんと閉じることができます。完全に扉ではないですけど、ちょっと目隠しになるっていうことですね。そしてもっと奥に入っていきます。これ洗面台ですね。洗面台2つあります。スイートらしく2つ大きな鏡と、洗面台があります。そしてその奥はちゃんとこう渓流も見渡せるような感じになってます、雪景色を見ながら身支度もできるというわけですね。そしてこっちにはドレッサーも別にありますね。すごい円を基調にした素晴らしいデザインです。すごいな。でドライヤーもダイソンのドライヤーがあります。いいですね。そしてこのティッシュカバー、青森屋もこのようなね、形でしたけども素晴らしい。でこの鏡もこうやっておそらくライトが光るやつ、光ったこれでねメイクしやすくなっております。このライトもおしゃれですね。でこのまま奥に進んでいきます。もう見どころ多すぎるな。暖房数も多い。そりゃそうでしょうね。これでこう入っていきます。シャワールームになってるんですね、ここは。シャワーがこうあります。シャワーがありまして、バスローブもあります。嬉しいですね。でボトルタイプのねボディーソフト、コンディショナー、シャンプー、これは星野リゾートのやつですね。でここから露天風呂というか半露天風呂って言ったらいいですかね。これは室内ですけどちゃんとこう渓流が見渡せるようになってる。開けることもできるようになってますね。これは素晴らしいですね。これですよ。ずっとこう温泉が流れてくれております。
うわー、すごいな。23人入れそうなぐらい広いねお風呂、個室で楽しめるということでですね。うわー、それで見てください、外にすごい氷が枝についてます。こんなん見ながらお風呂入れるとかめっちゃ最高じゃないですか。いいですね。めっちゃいい時に来た。そしてここから右に向かうとこのデスクです。素晴らしいですね。これも雪景色ね眺めながら座ることができる。なんという。そしてここになんかライトがありますね。おしゃれな空間、ひっそりとエアコンがついております。ちょっと目隠しになってますけど、ちゃんと最適な温度も保てるということですね。こちらがトイレになりますね。めちゃくちゃ清潔です。はい、今回はちょっとポイントをねお話ししていきたいと思うんですけど、このランプですね、このキノコランプと呼ばれまして、これがですね奥入瀬渓流に生えるキノコヒナの日傘をイメージしており、柔らかい明かりがね広がるということで、これもおしゃれですね。すごいこんな感じになってます。これを眺めるだけでも美しいですね。はい、今回ねこの苔玉が3つありますけども、本来ならばチェックインの際に滞在中のインテリアとして自分の好みの苔玉をね1つ選ぶことができるんですよ。でこの用意されてる苔玉っていうのは、この奥入瀬渓流を代表する樹木であるブナ、トチノキ、カツラの3種類になっております。でこれをお土産として持って帰ることもできるんで、自分好みのね苔玉を選んでほしいなと思いますよ。でこの温泉はですね、縦 1.8 メートル横1メートルと広々とした作りの客室温泉で、体を伸ばしてねゆっくりとくつろぎますね。後からちょっと体験したいと思いますよ。好きな時間に好きなだけ温泉に浸かる贅沢を味わえるということですね。そこの窓も開けて渓流を間近に感じながら入ることができると。早く入りたい。それとですね、こうやって温泉に部屋で入ってそのままここでお酒を飲んだりとかね過ごすことができるスタイルをコンサバトリーっていうらしいんですよ。イギリスで18世紀頃に誕生した建築スタイルということですね。これも楽しめるのがね贅沢なお部屋です。素晴らしいですね。これはまさにね渓流と過ごすご褒美をテーマにしたねラグジュアリーな客室ですね。それが渓流スイートルームでございます。最高です。はい、アメニティはねこのような感じで歯ブラシセットだったりとかカミソリだったりとかを別でいただきました。開けました。すごい。この景色眺めながらお風呂入れるんですね。さあ、気持ちいい。気持ちいい。体はめっちゃあったかいのに外は冷たい風が入って頭はすっきりしてるのに体はポカポカあったかくてめっちゃいいっすね。これぞ至高の体験だな。なんか温泉がまた青の屋みたいなローションみたいなヌルヌルではなくて、でもやっぱ若干濁ってて匂いも温泉の匂いがしてすごいポカポカしますね。いいっすね。最高。何回でも入っちゃろう今日。あそこのねなんか枝にぶら下がってるつららとかめっちゃ綺麗ですね。こんな景色が見れます。まさに一生に一度味わえるかどうかのね素晴らしい景色ですね。もう最高すぎます。はい、それでねお風呂に入りながら奥入瀬ビール飲みたいと思います。いや最高だな。うまそう。奥入瀬
いただきます。多すぎる。それでは夕食に向かいます。食事はね、2階から、経由して東館に、行きますね。東館青りんごキッチンでね、青森りんごキッチン、この素晴らしい空間です。インテリア一つ一つが美しいですね。この壁一つ一つもね、これいい感じですね。先ほどいっぱいだったフロントがこんな空間ですね。ラウンジはちょっとまだいっぱいですね。お酒とか飲めるらしいんですけどね、ちょっと人が多いんで。はい、そしたらこの1階のレストランです。これですね、青森キンボイキッチン。こちら津軽ビードロでできたリンゴのオブジェなんですね。美しいリンゴが並べられておりますね。こちらが料理をいただくスペースになりますね。こちらはね、リンゴをモチーフにした伝統工芸品のインテリアですよ。ちょっと料理取っていきたいと思うんですけど、はい、こちらチーズ系ですね。ワインに合いそうなものがあります。こちらのワインに合いそうなセミドライソーセージ、イタリアンソーセージスライス、ペッパーポークとなっております。そしてここはプラスセミドライトマト、ブラックオリーブ、ドライパインコア、レーズンミックスとなっております。この辺りもなんかワインに合いそうなものになっておりますね。今日リンゴワインを飲もうと思ってるので、それに合わせたいなと思っております。はい、でこちらキャロットラペですね。ピクルスが3種類です。グリーンサラダですね。そしてシーザーサラダドレッシング、すりおろし人参ドレッシング、レモンドレッシングがあります。盛り方が綺麗ですね。気持ちがいいですね。ツルワカメと冷水ジェノベーゼパスタですね。そばとめんつゆ、おろし生姜、ネギと全部揃っておりますね。はい、こちらがですね、サーモンマリネリンゴのピューレソースですね。これとエビマスタードになっております。はい、そしてこちら白身魚のエスカレッシュですね。とパンプキンスープということで、焼きしめですね。美味しそう。きゅうりのおろし漬けとねぶた漬けとなっております。こちらが長芋のニンニク醤油漬け、人参の味噌漬けとなっておりますね。他のメンチみたいな感じですかね。ここではね、のっけ丼を作ることができるんですね。マダイ、そして甘エビですね。でこちらね、マグロの刺身とマグロのたたき、そしてとびっこもね、入れることができます。もちろんネギとかね、とろろとか生姜とかね、わさびとか全部あります。でこちらご飯ですね。自分で好きなように作れるということでいいですね。伸ばしてますね。せんべい汁もあります。そうですね。豚海外のカレーっていうのがあるんですね。貝が入ってる。はい、こちらイカスミパエリアになります。すごい、これ珍しいですね。洋風なものが多いですね。はい、そしてこれはグリル野菜とリンゴ塩になってますね。これリンゴ塩なんですね。美味しそう。そしてグリル野菜がたくさん、ズッキーニ、トウモロコシ、これ長芋かな、じゃがいも、かぼちゃもあります。こちらフルーツの香草焼きになりますね。これも美味しそう。すごいいい匂いがしてきます。こちら鶏とリンゴのクリーム煮ですね。本当に洋風なものが青森屋に比べると多いイメージです。
い、そしてこちらが豚肉とリンゴのローストですね。これも洋風に仕上げてますね。青森屋からねこちらに移ってきた時にもちょっとこうレパートリーを変えれるっていうのがいいですね。抹茶のシフォンケーキ、これもうまそうですね。ホイップクリームがなんかふわふわでめちゃくちゃ美味しそう。はい、そしてトッピングもリンゴチップ、マシュマロブ、ミックスベリーソース、チョコレートソース、ラズベリークランチ、ピスタチオクランチ、ホワイトチョコレートクランチ、そしてティラミス、新しいです。レアチーズケーキですね。あそこで美味しそうやな。でガトーフランコワーズ、こちらタルトでしょうかですね。これも美味しそう。そしてリンゴ難しいな。こんなリンゴの盛り方したことありますかね。これ見るだけでも価値がある。なんと熱々のアップルパイまでいただけるんですね。こんな感じになるんですね。でこういう感じでソフトクリームと一緒にいただく。うわー、さすがうまいなー。すごい熟練の技ですね。こうやったらもうぐちゃぐちゃにしてましたね。撮影しやすいようにねセッティングまでしていただきありがとうございます。ローストビーフもありますね。わさびクリームでいただきます。一つ一つね丁寧に盛り付けてくれるのが嬉しいですよね。ホタテ貝のカダイフ揚げな感じで出てきます。タルタルソースとリンゴのピクルス一つご注文かけてください。リンゴのピクルスも美味しそう。そしてこちらドリンク類ですね。黒ウーロン茶がありますね。黒ウーロン茶、冷水、リンゴジュース飲み比べできるじゃないですか。津軽、王林、富士。僕は今日王林で行こうかな。これはね青森の伝統工芸品ブナコのオリジナル照明ですね。はい、こんな感じで撮ってきました。いただきます。このリンゴのシードル、リンゴの風味がすごいですね。今日はリンゴジュースね3つ飲み比べもしますし、リンゴ尽くし。早速メインのねホタテいただきます。めっちゃ濃厚。ホタテの風味がねめちゃくちゃよく出てます。でちょっとこう油っぽすぎない感じでね、リンゴのピクルスもね合いますから。合うな。リンゴとサーモン、マリン、洋風。サーモンとリンゴがうまくねマッチしてるな。このシードにめちゃくちゃ合う。でサバですね。これ八戸からサバ食べてきましたけど、これは日本酒飲みたいな。でローストビーフ、わさびドレッシング、贅沢。キャロットラペ、これもなんかほのかになんかリンゴの風味がするような気もするな。のっけ丼もいただきましょう。これです。小柄なサイズにたっぷりね盛り込みました。タイもめっちゃうまいな。海鮮は間違いないですね、青森。とびっこもうまい。それではねここでリンゴジュース3種飲み比べしましょう。これが津軽ですね。津軽、王林で富士です。でまず富士からいただきましょう。うまいな。なんか高いねリンゴジュース買った時の味がします。めちゃくちゃ後味もすっきりで、これが王林ですね。今日の僕の気分王林でした。こっちの方がなんか甘みがすごいな。甘さがすごい残る。でこっちは津軽ですね。津軽はねちょっと後味変わってますね。あんまり飲んだことがない感じ。
これはこれでなんか好きな人は好きかも。よくドリンクで飲むのはこっちですね。王林も飲んだことある感じ。こっちは本当にまろやかに甘いって感じですね。で津軽だけがちょっとリンゴにした癖があるような感じですね。大人なリンゴジュースって感じ。じゃあ次せんべい汁もいただきますね。2日連続か。3種類のせんべい汁食べましたけど、これもうまいですね。まろやかで落ち着く味。ホタテのカレーですね。ホタテがたっぷり。ホタテって優秀やな。リンゴと鶏肉のクリーム煮ですね。これがリンゴかな。リンゴの甘さがちょっとやっぱうまくこう使われてるって感じですね。やりすぎないぐらいにちょうどいいぐらいに、山芋をリンゴの塩でねいただきます。確かにニンニク。夕食で一番おすすめってね、どれくらい美味しいんでしょうか。リンゴ温めるとうまいっすね。めっちゃうまいこれ。そしてソフトクリーム入れて食べます。いただきます。うわ、うまっ。さすがおすすめナンバーワンだけあってめちゃくちゃうまい。うわ、このリンゴの甘さとソフトクリームの甘さ、ちょっとねそれぞれ違う方向性の甘さなんですけど、めっちゃベストマッチしますね。これは50個ぐらい食べたい。そしてリンゴをいただきます。やっぱり青森のリンゴは別格ですね。リンゴうまいな。あとはこの青森関係がないと思うんですけど、ティラミスもうまいし、レアチーズケーキも、チョコタルトもうまい。ここの料理長スイーツ得意っすね。うまい。このねロビー森の神話に設置された岡本太郎作の大暖炉森の神話はですね、鳥やキノコ森の妖精が暮らす様子を表しているということですね。贅沢な時間がね過ぎていきます。酒が飲める時間帯もあるんですね。いやー癒されますね、この時間。贅沢です。プレインを取ります。45分のツアーです。まもなく最初のスポットのガード岩に到着いたします。演出のテーマは氷です。前回の氷は光や時間帯によって見え方が変わります。透明から乳白、アイスブルーと様々に変化する神秘的な氷の色を演出します。うわー、これは幻想的な景色ですね。このね氷瀑ライトアップツアーはですね、このライトアップされたね氷瀑を見に行くツアーなんですけども、このライトアップっていうのは、ずっとこのライトアップされてるわけではなくって、このツアーの時だけ行われるんでね、この参加者しか見ることができない幻想的な景色ということですね。貴重です。これがね見れる期間が12月中旬から3月中旬とのことです。
さあ次はね、どんな景色が見れるでしょうか。楽しみです。おお、星もめっちゃ綺麗ですね。見えないか。これもまたね、先ほどとは違って幻想的ですね。こんな景色をね見れることもなかなかないと思いますので、これを見るためだけのために奥入瀬渓流ホテルに行っても全然いいと思いますよ。結構ね人気のツアーみたいなので予約がね必要になります。このねライトがこの奥入瀬渓流のねイメージしたものに照らされて、下にこういう風なライトアップされてます。はい、先ほどね大浴場の方に行ってきたんですけど、その大浴場の氷瀑を再現したね露天風呂、すごい努力されてるなと思いました。なんかどんどんね毎年進化してるみたいで、また来年ねどんな感じで進化するのかめっちゃ楽しみです。で、そこでアイスが50円お取りくださいということで書いてたんで、部屋までちょっと持ってきまして、もうこのね渓流スイートの醍醐味であるお風呂でこのアイス食べたいと思います。最高やな。大浴場にあるこの露天風呂はねすごいライトアップされてるんで、それも楽しめるのはこの大浴場のメリットだと思いますね。さあ Bluetooth でね音楽鳴らしてゆっくりした気分を味わいますか。いや音楽合わんな、こっちにしよう。じゃあいただきます。雪も入ってていい感じです。幸せだ。最高。人生最高。ポケショコラいただいてみます。ポケみたいにちょっとこうなんていうんですかね、しっとりした感じでもこうちょっとさもあり、そしてかすかなリンゴの味、絶妙なバランスですね。まさにポケを食べてるみたいな感じ。うまいポケ。お茶氷です。ありがとうございます。おはようございます。せっかくのねお風呂があるので朝から入りたいと思います。しかも渓流を眺めながら最高です。昨晩はね結構雪が降ったみたいで雪が積もってきておりますね。景色があるんですね。それでは朝食をいただきます。朝6時半に起きました。いや起きたんじゃない、6時半から朝食です。それでは朝食見ていきたいと思います。めっちゃ綺麗。スライス生野菜サラダ、そしてフライドボーにマヨネーズ、ブロック野菜ですね。めっちゃ綺麗で、これドレッシング、こちら綺麗ですね。グリーンサラダになります。ゴールデンポテトサラダとパンプキンサラダですね。そしてこちらピクルスがたくさんありますね。紅芯大根、レッドラディッシュって書いてますね。冬瓜、
そして人参、ごぼう、リンゴとかピクルスがあります。そしてドリンクですが、冷水、黒ウーロン茶、リンゴジュースですね。朝は飲み比べじゃないですね。牛乳、オレンジジュース、トマトジュースとかですね。このリンゴジュースは銘柄何になるんですかね。またね、あそこのリンゴジュースとは別で絞りたてのリンゴジュースっていうのがありますね。これはさらに美味しいんですよ。これは飲み比べしたいですね。こんな感じで一つ一つ絞りたてですね。昔風邪をひいた時にガーゼで絞ったリンゴジュースを作ってもらった記憶がありますよ。そんな味でしょう。ホタテ昆布の朝ラーメンということで、朝ラーメンの習慣皆さんありますか？くださいませ。これが朝ラーメンですね。そしてトーストといえばオムレツですね。オムレツの美味しいオムレツがありますね。オーロールソースというのが使ってます。マグロのチーズオムレツ、そしてこちらパンになります。ミニ食パン、蜂蜜豆乳パン、ブリオッシュプールとアラジンのトースターがあります。そしてホイップバター、いちごジャム、リンゴジャム、青リンゴジャムまで出てきましたね。シナモンアップル、そしてホイップクリームがあります。そしてこちらもたくさんの種類のパンがありますね。チーズカレーパン、クロワッサン、そして塩パン、メロンパンもあります。これすごい小さいサイズです。見てください。すごい小さいサイズ。そしてまたたくさんのパンがありますね。ビエノワミルクサンド、そしていちごマフィン、チーズマフィン、紅茶マフィン、フルーツデニッシュとかありますね。これは種類豊富だ。朝からね、丼を作ることができます。鮭の飯寿司、寿司なんですよ、これ。ごま昆布。で、こちら、筑前煮とひじき煮ですね。こちら、イカの塩辛、イクラ、鮭をほぐしてますね。で、イクラ丼とか作ることができます。そしてこちらは、ねぶた漬け、ネギ、ブブあられ、ガリ、わさび、おろし生姜とあります。そしてこちらはサバの味噌煮ですね。サバがね、美味しい場所なので、サバの味噌煮もまた違うでしょう。ハローミクラタンですね。そしてソフトベーコン。ベーコン美味しそうですね。ボイルソーセージ、ケチャップ、マスタードと、この辺もね、洋食派の皆さん大丈夫です。で、スクランブルエッグとケチャップ。朝はシリアル派のあなたも大丈夫。フルーツグラノーラ、チョコクリスピー、プレーンフレークと、ね、牛乳もありますよ。そして白桃のフレッシュミント風味とフルーツカクテルがありますね。プレーンヨーグルト、僕は朝ヨーグルト、ホテルとか行くときは欠かしたくないですね。早生富士、ね、リンゴです。オーリー、ジョナボール、なんとチップがね、リンゴチップで食べ比べできると。そしてソースはキウイ、ストロベリー、マンゴー、アップル、ブルーベリーと。そしてまたリンゴの芸術だ。これはすごい。そしてこのリンゴまた絶対うまいんですよね。そしてこれはヨーグルトかと思いきや牛乳クリームです。朝試したいものがたくさんあるな。和食派のあなたも大丈夫。冷ややっこありますよ。木の実あえ切り干し大根、ね、和食派のあなたも大丈夫です。で、コーヒーも飲むことができますね。部屋に持ち帰ることもできますね。コーンポタージュスープ、コーヒーがね飲める場所が数箇所あるので混み合っても大丈夫ですね。紅茶もありますね。ほうじ茶、煎茶、紅茶とね、味噌汁もありまして、あなたとわかめとネギがありますね。こちらですね、面白いのがこのお召し物の袖止めにね、ご利用くださいますということで輪ゴムもね置いてあります。これはね青森屋でもあってすごい日本ならではの気遣いだなと思います。和食派のあなたも安心、納豆とおかゆ、そして梅干しもあります。で、こんな感じで撮りました。
めっちゃ取っちゃいましたね。またこれも青森の名産っぽいものを中心に取りました。それと丼はちょっとね、いくら丼やっちゃいました。そしてラーメン、いろいろやりました。ここはねちょっとスイーツ的なものが結構美味しいので、このパンも美味しいんじゃないかなと思ってちょっと多めに取りました。映えますね。リンゴジュースは絞りたてと普通のリンゴジュースで、ジャムも、リンゴと青リンゴと、アップルシナモンだったを取りました。はい、でこのリンゴのチップも、3種類食べ比べということでね取りました。そしてオムレツ。じゃあいただきます。じゃあまずは普通のリンゴジュースからねいただきましょう。普通のリンゴジュースでも全然うまいですよ。持って帰りたいぐらい美味しい。絞りたてになるとどう変わるんですかね。いただきます。すごい。全然違う。絞りたて。いや本当にね、僕子供の頃風邪ひいた時にね、母親がなんかリンゴをガーゼで絞って、なんか絞りたてのリンゴジュースを飲ませてもらって、それがめちゃくちゃ美味しかった記憶があるんですけど、まさにそのまんまですね。なんていうんですかね、なんか混じりっ気がないですね。優しい味になる。これは100個ぐらい飲みたいです。リンゴをその丸々を飲んでるみたいな感じですね。これはうまい。ちょっと伸びる前にラーメン食べておきましょう。ホタテなんてそんなにね頻繁に食べれるもんじゃないですけど、今回青森に来てからねめっちゃホタテ食べてますね。いやうまそう。だしがうまい。だしがこう海鮮効いててうまいな。ホタテいいんですか、こんな贅沢。酒寿司そうサバの味噌煮、サバのなんか旨味の深さが違うな。ちょっといただきます。これです。朝から贅沢やな。これは食べ過ぎるな。海鮮うまい。青森来てねもう4日目になるんで、なんかこの海鮮がうまいのがねちょっと当たり前になりつつあるんですけど、全然当たり前じゃないんで言い聞かせながらねですけど、できるだけね堪能したいですね。オムレツもいただきましょう。いただきます。朝食食べてるって感じですね。飲み屋へ森を感じるな。あとね、そのパンにジャムを塗って食べ比べしようかなと思ってまして、まずリンゴジャムですね。普通のリンゴジャムこれねいただきます。リンゴジャムですね。普通のリンゴジャムより青森のリンゴジャムだけあってうまいっすね。甘みがしっかりしてる。青リンゴジャム違うんですかね。いただきます。青リンゴが全然違う。シナモンアップルいただきます。これはこれでうまい。僕的には青リンゴうまかったです。それではね、このパンもいただいてみようと思います。これね、うまい。このホテルはね、甘いスイーツとかこのパンがめっちゃうまいですね。特にうまい。これとかすごくないですか。映えうまいんか。
おー、うまい。優しい甘さ。なんか甘さが絶妙なんですよね。コーヒー入れていきたかった。コーヒーちょっと入れてこう。コーヒー取ってきました。熱い。そういう飲みすぎた。じゃあ次はですね、このリンゴチップちょっと食べ比べしてみよう。まず富士からね。なるほど。富士、覚えました。これオーリンはオーリンゴみたいな。オーリンはやっぱこうまろやかな甘さがありますね。もうね、富士は誰も大好き、子供も大人も大好きって感じですね。オーリンになるとちょっとこう大人な美味しさ。僕みたいな年齢だとめちゃくちゃうまい。で最後ジョナゴールド、これ初めてですね。ジョナゴールド、こっちも優しいな。オーリンに比べてもっとまろやかというか、もっと丸い味でも目つむってこれが何なのかって聞かれるとわからないレベル。どれもうまい、どれでもいいっす。もういろいろ入れて混ぜて食べましょう。こうね、ヨーグルトに混ぜて、これで OK。 リンゴチップもいいけどマジモンのリンゴがいいっすね。リンゴ抜群にうまいわ。最後牛乳プリン取ってきましょう。何これ。このホテルスイーツ見逃せないですね。スイーツ食べずに帰れない。想像の2段ぐらいうまかった。うまいな。ありがとう。めっちゃいい感じに雪降ってきました。ここで雪男のパワーを発揮です。今からね、外のアクティビティに行くんですけど、すごいことになりそうです。スノーブーツも借りることができるので安心です。ちょっと上からもういっちゃいます。えらいこっちゃ。めっちゃ雪降ってる。ちょっと車に物を取りに行こうと思ったら、もうどれが自分の車か分からへん。これや。えらいこっちゃ。これ車開くんかこれ。すごい。じゃあ真ん中か後ろか、はい、よろしくお願いします。ツアーの趣旨としては、奥入瀬渓流のちょっと氷の芸術をちょっと観察してきて、それをモチーフに最後にちょっとお土産になるようなアクセサリー、ストラップになるようなものを作れたらというところで、昨日までめちゃくちゃ暖かかったのがちょっとうまい具合に雪が降ったのと、ちょっと冷えてくれたので、ほんの少し氷がちょっと復活してたら嬉しいなっていうところなんですけど、でっかい氷瀑とかっていうのはしっかり安定してあるんですけど、細かいところはちょっと行ってみてのお楽しみになるので、基本的には車でちょっと移動して、ちょっと見てまた移動してっていう形で行くと思います。ではよろしくお願いします。昨日のね、夜に行った場所にも行くそうですが、このね、午前中に自然のまま見るとどんな風に見えるのか非常に楽しみです。雪男なんで、ちゃんとこういう時は雪が降ってくれますね。逆に帰れんのかっていう感じのレベルです。よいしょ。昨日のライトアップツアーで行った。すごい。これは美しい。これはね、普段なかなか見ることはできない景色ですね。しかも雪もいい感じ。いいっすね。結局雪男の僕が来るとこうなっちゃうんすよね。降ってなかったはずやのに。
最高じゃないですか。これはでも逆に雪男であったことを喜べるところですね。よいしょ。美しい。おお、間近まで行ける。おお、すごい。結構ね、真正面から見るのと横から見るのとはい実は全然違ってて、おお、迫力やな。おお、すごい。よーく耳を澄ませるとこっちのこの青い柱方向からちょっとだけ水が流れてる音が聞こえるんですね。流れてるというか、滴り落ちてる程度のちょっぴょろっていうのがあるんですけど、まだ一応ね、ものとしてはおそらく4月の頭ぐらいまでは残るんですけど、やっぱりもう多分今日が本当一番寒い、冷えてる日かなっていうぐらいで、明日明後日あたりからぐぐっと気温が上がり始めるので、ちょっとずつやっぱ痩せていっちゃうんですよね。なるほど。青くなる。お、取れた。おお、雪の量がめっちゃ増えてきた。おお、すごい。ふわっとね。上からおお、なだれみたいな。おお、これをもう1000倍ぐらい強くしたのが中でですね。軽いのが上から落ちてくるのはちょっとどことなく。これも素晴らしいですね。モス雲井の滝ですね。気温はねかなり低くて寒いんですけども、この絶景を見てるとそんなことも忘れてしまうようなね、あの少年の頃にね、いろいろこうワクワクしながら探索したことを思い出すような感じです。いやー、いいっすね。こんな体験なかなかできない。いやー、これは圧巻ですね。この雪の中に凍らずにこう水が流れる様もね、生命のエネルギーを感じますし、その水しぶきから周りが凍ってたりもするところが、これがまた美しい。これぞ自然の神秘ですね。なかなか見れないと思いますよ。これ見るためだけにここに来てもいい、そう断言できる素晴らしい景色です。お、綺麗。これですね、この波模様が美しいですね。いやー、いつまでもね眺めてられる自然が作る芸術ですね。これも美しいですね。一つ一つおつららが、ここがね、さっき喋ってた溶け氷、この辺のところなんかはもう、このちょうどこのシャベルの下のところが氷の中の苔のデザインが分かる。クラゲ氷です。よくよく見ると多分ここのこの塊溶けてるね。手まいりました。
こに出してるのはわりかし見た目に反して結構簡単です、難易度ちょっと高めなんですけど、じゃあその氷の見た感じの印象になんか近いかなっていうのがこういうタイプの、ね、氷のつぶつぶの感じとか、ちょっと氷の柱のっていうのが、見た印象に近いのはこういうタイプ。これなんで難易度が高いの？は一個一個パーツを作って、でその後くっつけてちょっと手間がねかかります。選択肢を出せば出すだけなっちゃうんでって感じになってますけど、あれに逃げてこの中でちょっと量あるんで、今これを超える作品をちょっと作ろうと思って難易度が高いらしいんですけど、あえてそれをチャレンジします。2本目できました。2本目できました。お、いい感じ乗ってきたな。3本目できました。浸して割とすぐいかないと、あまりつけすぎるとデローンって出てくるので、それはそれでまたぽさかもしれないですけど、慎重に作っていきます。ミスは許されない。ドキドキです。ちょっとつららっぽくなった色好きな色、いいのができました。その上にこういう楽しいですね。自分だけのもの。渓流雪見シードルバー、今から行きます。ではいらっしゃいませ。こんにちは。お飲み物でございますが、こちらお好きなのものを、選んでいただいて、ノンアルコール。はい、かしこまりました。本当はアルコール飲みたかったんですけど、運転なんで今日はノンアルコールで。お、すごいすごいすごい。すごい雪。こちらのドームどうぞ。はい。おお、めっちゃいい感じ。ちゃんとこう暖房まである。ブランケットまであるからあったかい。しかも座ったところがホットカーペットになってあったかい。このドームはね、今年新しくできたばっかりということで、お支払いはこのカモシカを持って行ってお支払いします。いやー、すごいな、すごい景色。この雪でお酒飲める、最高やな。こんな経験できん。いやー、超あったかいな。座ってるところもほんとホットカーペットなんでめっちゃいいっす。あー、これ今日帰れるんかな。もうなんやったら帰れない方がいいぐらいですね。ここにずっといたいわ。ノンアルコールのホットシードルです。はい、めっちゃいい匂いするな。リンゴとレモンもね、効いててうまい。さっきね、雪道ねお散歩した後なんで結構体も冷えてたんですけど、めちゃくちゃあったまるな。いやー、こういう体験も一生に一度できるかできないかですよね。
れはぜひ体験してほしいな。美しいですよ。もう本当に木の上からね、雪がこうパラ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 ってこう、すごいですよ。もうおお、雪がめっちゃ落ちてきた。おおおお、えらいこっちゃ。せっかくこのいいシーン撮ろうと思ったのにめっちゃ雪落ちてきた。膝掛けもね、よく見るとこれバッテリー付きで電熱線が入っててあったかくなるやつなんですよ。なのでもう全然寒くない。いや今ね、僕が寒いかなと思ってマフラーとかしてきたんですけど、いらないっすね。最高です。皆さんもこれぜひ体験してください。これちょっとやっぱこれぐらい雪が見えるかどうかっていうのは運になりますけどね。僕みたいなこう雪男だったらこれぐらい雪降らせることはできると思うんですけど、そこは運ですけども、雪降ってなくてもすごいいい体験になると思いますよ。これあと30分でチェックアウトやけど帰れるんかな。おいおいおい、めっちゃ吹雪いてきたやん。これ帰れんのマジで。ここまで降らしてくれたら言ってないで。このような借り入れてたんですね。忘れてました。はい、ちょっとね、今からチェックアウトなんですけど、苔玉体験も終わってからします。この作る素材によってこう小さいもの大きいものいろいろできるんですね。木の方は今こう芽吹き出しておりますが、四季の変化を楽しめております。こちらの方は年中緑のタイプ、ちょっと小ぶりな感じで、まずはね、苔玉の素材を選びます。これも直感で選ぶしかないですよね。奥入瀬だとこれブナとかカツラとかですかね。じゃあこれで、こちらで、苔玉体験始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、本来奥入瀬はこんな貴重な苔の森という緑でね、楽しめる場所でもあります。これは水苔といって、園芸資材です。土が乾かないようにとか、今これちょっと湿らせてますので保水性を高めるという役割をしております。これで包んでいきます。しっかり押さえて、はい、もうぐるぐるっと 2,3 回巻いちゃいます。はい、乾いてるようだったらちょっと薄く広げるって言ってた。植物中身を取り出します。はい、はいですね。おにぎりをね、ハワイでしか握ったことないですけどね。なかなかいい感じでおります。さすがおにぎり握ったことありますか。この日のために握力仕上げてきてますからね。いい感じで。こういう糸のやつ苦手やな。大丈夫か。もうえぐい。こんなでダメだ。感触をね、確かめてみてください。はい、デリケ優しく。苔の種類ってどのくらいあると思いますか。これ追い出せだけの話です。はい、どのくらいでしょうか。20ぐらいですか。どう思いますか。2000ぐらい。2000ぐらいですか。今回のお客様はとても大きな数字言っていただきました。日本全体で考えるとね、2000とかね、そのぐらいなんですけれども、それでもこの奥入瀬渓流だけ考えてください。300種類なんです。奥入瀬だけでは300種類。やべ、入れすぎたかも。やべ。簡単でしたね。誰でも素晴らしい作品が体験してほしいな。チェックアウトしてからね、ツアー部分で買えるような時間結構ありますね。はい、お待たせしました。お目ですけどこうなるとモンスターですね。化け物になりますね。こうなると可愛い。これちょっと近いです。これも結構可愛いからね。これもいいですね。つってましたね。これもいいんちゃうかな。ちょっとモンスターっぽくていいっすね。こんなキャラいましたよ。
じゃあ普通に作っちゃいましたね。真面目に年越しの感じにしました。さあこれをですね可愛く長持ちさせるためにお世話の方法。普段はまずね水やりですよ。霧付きで手の表面シュッと潤してあげてください。はい、今日はご参加ありがとうございました。ありがとうございます。しっかりクリエイターになってしまってるんですけど、こちらに並んでいるひょうたん、全部そうですけれども、私たちのところで種から育てております。ひょうたんね、収穫後水につけて中身腐らせて抜いて洗って自然乾燥してここまで来ております。形もねご覧の通り様々ございます。で全てオリジナルの台座と LED 電球含まれた価格になっております。サイズの方が可愛いサイズから、なんとお家とセットのこんな大きなものまでご用意しております。一応大きい分だけねちょっと手がかかっておりますので、大きさによって料金が変わってまいります。好みの形を選んでいただいて、一度光にかざしていただいて確認してから制作を始めるという形になります。それではまずはねサイズ決めからいきましょうか。どうですか？ひょうたん作りからねこうやってるって動画がこんな感じでできるんや。これにしようかな。ここに動画があって、これやな。最初のインスピレーションから結構気に入ったのこれ。なんかいい。初めていきます。設計していきます。これむずいっすね。これだけちょっとねインスピレーションが分かんない。こういう感じがランダムちょっと上がっていく感じ。まずはこうやってこれだけです。僕の設計です。これでいきます。すっかりクリエイター職人のね気分でやっております。気がついたらね無の状態になってるのでね、なかなかそういう機会がない人にとってもいい機会だと思います。ひたすら穴を開けていきます。苔の波を表現してるんですけどね。もうちょっとかな。いいんじゃないの？壁にこうつっていいですね。結構いい感じにできたんじゃないでしょうか。はい、これで奥入瀬渓流ホテルさんの全ての体験終了しました。本当にね唯一無二のホテルというか、本当に自然を大満喫できるねアクティビティだったりとか充実してますし、部屋からのね景色だったりとか体験型のホテルというか、
これもね本当に一生に一度は体験しときたい、素晴らしいホテルだったなと思います。雪の中をこう散歩したりとか、いろんなものをこう溶け状態見たり、氷の状態見たりとか、そんな機会ってやっぱなかなか大人になるとないじゃないですか。でこういったホテルに行ってそういう機会をこう作れるだけでも非常に価値があると思いますし、苔玉体験だったりとかね、ああいうランプを作ったりとか、あれも本当に普通に生活してたら体験することがないんで、それができただけでも本当に良かったなと思います。今回冬来ましたけど、春、夏、秋とね、それぞれまた魅力的なねアクティビティだったりとか環境だったりとか味わいだったり、またね来たいなと思いました。いや、青森最高ですね。そして星野リゾートさん、青森屋とこの奥入瀬渓流ホテル、素晴らしかったです。いやー、素晴らしいホテルでした。さあ帰ろうかなと思ったらえらいことなってるじゃないですか。まさかこんな状態になるなんて昨日の段階では思わなかった。うわ、埋まってるやん完全に。これ出れるんかえらいこっちゃ。雪男ぶり発揮してるやん完全に。ワイパー開けといてよかった。みんな開けてるからね。まさかそんな開けんでも大丈夫やろとか思ってたんですけど、気をつけて帰ります。左手やね。なかなかこんな経験できないな。一生分かかってもできないような体験を今回できたな。ありがとうございます。やっていただけるんですけどこんなつもりとは思わなかったありがとうございます。さあ行くぞー。これで星野リゾート奥入瀬渓流ホテルの宿泊期が終わりになります。この後はね安全に空港まで行き、そして作ったね苔玉だったりとかランプもね JAL さんに安全に運んでいただき、安心して帰ることができました。いかがでしたでしょうか。星野リゾート奥入瀬渓流ホテル宿泊期をお届けいたしました。いや本当にね、こんなホテル今まで僕は泊まったことがないぐらい唯一無二の存在感のあるホテルだったなと思います。大自然を満喫したい時、そして日々のね喧騒から離れて非日常の体験を本当の意味でしたい方にとっては絶対一生に一度は行くべきホテルなんじゃないかなと思いました。青森の旅を楽しみながらこういった非日常を体験することで青森の魅力がさらに増すことは間違いないと確信いたしました。長時間の動画最後まで見ていただき本当にありがとうございました。 LINE 登録でお得な情報を配信いたします。登録お願いします。僕と一緒に仕事したい方はぜひ気軽にメッセージください。詳しくは概要欄をご覧ください。人気の気流リュックモーリーショップで買えます。旅行にめちゃくちゃ便利です。こんな感じでね、モーリーチャンネルでは旅の動画だったりとか旅の知識の動画をアップしていきます。旅貯金チャンネルでは節約だったり投資だったり旅貯金を貯めるための知識をお届けいたします。そして自分で稼いでいきたいんだという方は成長チャンネルで旅の稼ぎ方を、僕のことをもっと知りたい方はサブチャンネルもチェックをお願いいたします。